よし。香りから違うんですよ。はい。何キロぐらいですかこれ？これ、こっちのからはあるな。ある5、6キロ。6キロ。なんでね。いや、それやります。お、はい。お、立派だ。いやー、これはね、今年は最大級ですよね。鱗は取らないんですね。鱗に流れるようにして取ってます。そのまま焼いて食べて美味しいんですよ。まあ、エラをね、まず取っていきます。村上ではこのエラを食べる料理もあるんですよ。お腹を開くところが、ちょっと他とは違うんですね。ここで一旦これを抜きます。そしてここからまた入れて一部このお腹を残して作る。これが村上の作り方ですね。その大切な鮭に切腹させないよという思いがね、この作り方に込められているわけです。ね、これオスの白子、肝臓、胃袋に身の綿、内臓ですけどね、これもみんな美味しくいただくんですよ。これが鮭の腎臓で塩漬けにして2年寝かすと、背わたの塩から、はい、きれいに切りました。平安時代からもう村上には鮭の文化があって、どこもかしこも美味しく食べてあげなければ本当鮭に対して申し訳ないんだという、その鮭を思う感謝の気持ちから普通の地域ではないような鮭料理が生まれてきたんです。
そうです加減ですけど、かっこいいね姿にするためにもこうやって洗ってあげるんです。はい、よし。風がやんわりとねこの家の中をね抜けていくんですよ。陰干しで風通しのいいところ、この中っていうのはすごくいい環境になるんです。楽しめるんですね。調理してつけた味と違って中からこうね、熟成によって生まれてきたものです。せっかくつないだこれも残しといたのもこの時にはもうあっさり切っちゃうんですよね。何のためにこれをやるんだってことですけども、鮭に対する昔からの思いで今でもやってるということです。よし。香りから違うんですよ。1ヶ月近く村上の風に当てながら干しておくうちに酵素が働き出して鮭のタンパク質をアミノ酸の旨味にこう作り変えていくんです。
します。で、お客様の前にもこのままお膳のままお出しします。これはちょっともうこのまま。で、そのお米なんですけども、社長が厳選したお米です。このぐらいでしょうか。ありがとうございます。これが踊り焼きです。うん。鮭の旨味がこの中にギュッて詰まってる感じしますね。熟成されてる分。はい。こちらはですね、鮭の伊豆市と言いまして、木桶で1ヶ月乳酸発酵しております。先代の頃からそうですか。すごいな。先代のおばあじゃあ、お父様、ご飯と麹混ぜたものを最初にじゃないんですね。ご飯と麹を混ぜたもの一つも捨てるところがなく全部使うっていうことで、これもこの喉のところですね。これは自分で全部やります。いやもう頭、はい部分に鼻の部分ですね。軟骨たらこです。ものはまだしも、この伊豆市っていうのはなかなかそれでカビもつけてくれて、落ちてないところ。これで6段終わりです。じゃあ、70まんじゅうの種ですね、蜜。
まあ一番の力入れてるおまんじゅうなんですよ。最近は指先が効かなくなってきたから、もう曲がんなくなってきてしょうがないよね。焼き芋していくの、あんまり私はかっこよくないんですよ考えたのは私考えたんですけどね、商工会で誰かおまんじゅうか何か作ってくれよって言って頼まれてね、30年25年ぐらいかな、もうせやっとしいな。修行行くってなって、結局自分4年しか行ってないんですけど、1日でも早く一緒にちょっと仕事したいなと思ってたので、4年で修行を終えて帰ってきたような感じですね。水飴と蜂蜜が入ってます。
とりあえずこんなような感じで私が始めたのはこれとこれとそれからお団子とかちょっとしたね品物でお店始めた。でそのままずっとねみんなねもういいんじゃねってお菓子屋でこれよそうかって言うんだけど、まあ結構ねお客さんついてたんでこのままやってるだけっていう感じなんですよ。これ団子の生地になりますよ。上新粉とお湯を混ぜて溶かすとお餅みたいな感じになります。耳が遠くなるし目が悪くなるしね。親子3代でやってる。甘いもん好きだからこの道入ったんだから。でも先生にしようかね。まさか彦間まで見られるともね思わなかったよね。でももう最近間ね疲れてきてもうダメだね。日本焼けました。うん、これは美味しい。焼きたてはやっぱうまい。柔らかいし香ばしくて。コーラなんですか。甘いのが好きですか。ね、もう分けてくれても甘いもんまあ俺ぐらい甘いもん好きな人少ねえよね。和菓子の仕事始めたのっていつ頃ですか。13の時から中学卒業して4日後今85だから、だから70年にちょっとだからね。
若楓っていうメーカーです。若楓。はい。もうやっちゃっていいよ。もうやっちゃっていいよ。用意できたら。うん。自分の下双子なんですよ、妹。2歳違いなんですけど、生まれてすぐおじいちゃんおばあちゃん家に預けられて、毎日お風呂入れてもらって、ちっちゃい時は。俺が起きるともう、うちのじいさんとばあさん仕事入ってて、お団子のパック詰めなんかも一緒に手伝ったり。どんなおじいさんでした？いや、怖かったですよ。はい、怒るとやっぱり、あんまり怒る人じゃないですけど、曲がったことが嫌いな人なんで。結構おじいさん過ごす時間が長かったんですか？長かったですね。母親よりも長いと思いますね。始めた当時の頃から。最近は間違えるから。時間が長いからね。
これじゃ邪魔になっちゃうぞ。邪魔にならないやけど。大丈夫。自分で好きで入った道なんだから、ちょっともうやったことはないですよね。着ないと入んないと気持ち悪いんだから。好きだからその商売できればいい。もういいが卒業してからってでもね、まさかここまでできるとは思っていなかったしね。俺の目標はとりあえず100周年迎えて、自分の息子たちにもし継いでもらえるなら継いでもらおうかなっていう。そのために今一生懸命頑張ってる。はい、お待ちどうさまです。河原の天童です。アメージング惣菜和風ポテトサラダ編。まずね、じゃがいもに火を入れていくんだけど、うまいぜ、最高。YouTube 見てっておっしゃるお客さんとか多いですか？めちゃくちゃ多いです。YouTube やってなかったらなかなかこんな偏僻な場所に来てくれない。駅から遠かったでしょ。陸の孤島と言われてますから。もともとここでやられようと思ったのは？実家というか地元なんで。これエビのしって必ずやりますね。丸まっちゃうんでこのまま揚げたら。
これは天ぷらの種のレンコンの挟み揚げ、レンコンと大葉。レンコンにエビしんじょを塗ってこれを天ぷらに。これ人気ありますよ。何にでもつくんですよ。お客さんこれ美味しい美味しいって言います。絶対美味しいじゃないですか。全部その日にこちらのかき揚げとかですか？そう、野菜のかき揚げ。よいしょ。12年ぐらいになる。最初は大変でしたけど、YouTube 始めてからやっぱり良くなって。YouTube 始められようと思ったのはどうしてなんですか？芸人のひろしさんっていらっしゃるじゃないですか。はいはいはいあの人も YouTube やってはい。はいはい。もともと結構好きで、ひろしさんの本、働き方 2.0 だったで、それを読んで、自分もやってみようと。未経験から未経験ですどうしていいか分かんないから、とりあえず真似から入るわけですよ。自分も最初は顔出しなしで始めたんですけど、やっぱ顔出した方が伸びやすいとか、ファンがつきやすいとか、そんな話だったんで、まあ、にしてもしょうがねえやと思って。昔はね、皮も全部包丁で剥かされたんですけど、ピーラーでやっちゃってますけどね。若い頃は日本食そうですね。そうです。最初は浅草のフグ屋さん。ここから割烹とか、ずっと和食ですね。その中で天ぷらにされようと思ったのはよりなんか単品で勝負した方がいいと思ったんですよね。天ぷらとか天丼とかで並ぶような店だといいな。で、はい。
個一個結構かかるんですよ、手間が。いや、そうですね。隠し包丁というか、まあ、刃の子に包丁を入れないと硬いんで。ちょっとしたいたずら書きとか絵は得意なタイプ。子供の頃から絵うまいやつっていたじゃないですか。そのタイプです。あ、そういうの。普通の銅鍋ですけどね。蓄熱がいいですよ。これ結構使ってるから結構薄くなってる。洗ってるからですか。そうです。炒めとあと音、泡の出具合とか、なんか音とか。泡の出具合。いや、一緒なんですけど、ただこれまかないですか？あ、まかない。今日は、はい、スパニッシュオムレツ。今日は3段でいいですね。美味しそうでしょ？そうですね。
営業終わられてから食べるんですそうです。あ俺は食べないですよ。従業員だけ。か？はい。ちょっと早いけど開けようか。はい。どうぞ。お待たせしました。どこが好きだろう。はい、お願いします。
はい、お願いします。はい、天ぷら定食です。はい、お待たせしました。ドーナツです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいな。熱い。やば。気合い入れていかないといけない。そうですよね。はいどうも、路地裏のパッと森田まかないチャレンジです。今回はですね、アメージング惣菜和風ポテトサラダ編傑作レシピ。ぜひ最後まで見ていってください。じゃあ作るぜ。ワックスオンワックスオフ。はい。挨拶とかは結構もう考えてらっしゃるんですか、上司。軽く考えて、もうぶっつけ本番で言ってますね。大体こんなこと言おうとして。画面を通すと、テンションが、自分が10だと思ってても、7になるって。テンション上げていかないと、静かな感じでやってると、ダメなんですね。はい、今日の材料の紹介です。じゃがいも、玉ねぎ、みょうが。はい、こちらでございます。メモってください。あとね、説明欄にも詳細書いておきますんで、の9。はい、それでは早速参りましょう。まずね、じゃがいもに火を入れていくんだけど、皮むいてね。はい、むきむきむき、こうむきりな。とりあえずむきますね。これさ、なんで作ろうと思ったかっていうと、セブンのお惣菜で和風ポテサラっていうのがあったの。それ食ったらめちゃくちゃうまくて、インスパイアされて自分なりにアレンジして作っております。はい、週3本だから、それは絶対欠かしたことないんで。まあアイデア的にはいくらでもあるんですけど、まあ、継続するのが一番大変で、最初は全然喋れなかったですけど、やっぱりだってもう800本とか900本とかやってるから、そうですね。とりあえずもうね、積み上げていくしかないから。器に、はい、持ってもらってできました。味見してみましょう。これで実食に入ると食べます。あ、いいんですか。いいよ、いいっす。メニューとかはどういう発想とかで考えられてるんですか。なるべく作りやすいもの、手に入りやすくて、まあ、季節に合わせたものとか、旬の食材とかはなるべく使うようにしてるんですけど。いただきます。いただきます。はい。うまいですよね。めんつゆとマヨネーズが意外と合う。
それではいただきます。うまいぜ。最高。みょうがの香りも爽やか。ほんと和風のポテサラって感じ。ごちそうさまでした。いいなと思ったらグッドマークとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、終わりました。いやー、お疲れ様でした。チャーハンが尋常じゃないぐらい作ってるので、才能が甘いんで、もう段違いですね。多分1年前と比べたら。1年で変わりましたね。私も結構一時期いやどうしようかなと思ったんですけど、前回ちょっと取材させていただいたのが、1年前でそうして、ですね。もうすぐ1000万おめでとうございます。ありがとうございます。なんか1年で変わりましたね。海外のお客様も増えて、全国から全世界にっていう感じになりましたね。本当お腹いっぱいになりそう。ご飯大盛りにしたらめちゃくちゃそうですよね。そうですよね。昨日の大盛りはもうすごいんで、がっつり分厚いのが2枚乗って、上に目玉焼きが半熟のとろーりしたやつが乗ってでキューマのタレがかかるんでめっちゃうまいです。違うとこに一泊あったりしないの？私の父は毎年オフシーズン冬とかになると来るんですけど、2年前1回来た時に肉ニラ炒め食べた時にしょっぱいって言われたんですけど、ちょっと悔しくて、でも次の時に来ていただいた時は美味しいって言ってくれたんですごい良かったです。ユニフォーム変わったのは最近私始球式をやらせていただきまして、その時のユニフォームに変わったっていう感じですね。そうなんですね。いらっしゃいませ、どうぞ。
やっぱよくお写真頼まれますか？ありがたいことに忙しい時とかはちょっと大変なんですけど。じゃあ5回餃子1枚だけ1枚。そうそうそう。前回よりも料理の手際とかそういうの良くなったのかなというふうに僕勝手にちょっとええ思ってたんですけど、はい、さすがに1年も経つと慣れっていうのがあるので、チャーハンが尋常じゃないぐらい作ってるので、多分そのチャーハンのスピードと1回に作れる量も増えましたし、なるべく自分に負担がかからない振り方をしてるので、そうです、それも結構上達したんじゃないかなと思ってます。多分傷も増えましたけど才能が甘いんで、もう段違いですね。多分1年前と比べたら鍋の振り方とかもそうですし、当時はだから作れなかったメニューとかも多分あったと思うんですけど、今もう自分いなくてもできるぐらい、食べてるんで、すごく店もいい雰囲気で、全然を中心に回ってんのかなって、すごくいい感じです。テーブル2番のお皿空いてるやつ下げちゃっていいよ。ずっと状況とかやっぱり見られてるんですか？見るようにはしてます。外で待ってるお客さん早く食べさせてあげたいなっていうのがあるので、効率を上げるためにも基本的には2人目離さないようにはしてます。
けど、メニューつけていらっしゃるのは、鍋振りながら電話できるようにしています。ありがとうございました。看板終わり。お願いします。はい。パンタン7番で。今日は何食べられたんですか？今日カレーライス。あ、カレーライス。そっかそっか。カレー美味しいよ。おいしい。何年ぐらいいらっしゃるんですか？わかんない、10年ぐらい。もうじゃあ先代の結構。先代の頃からですね。ジェンチェンさん頑張っていただきたいです。ずっとこのお店守っていただけると僕も助かります。ありがとうございました。チャーハンお願いします。はい、なんで、どこ行きますか？どうぞ。いらっしゃいませ。学業の両立はうちの学校結構こう単位とか結構厳しいので、来月間にできるだけ授業を詰め込んで、営業日も学校終わったらすぐに戻ってくるっていう感じなので、プラスで調理師免許のテストも今頑張って勉強して、もうやることはいっぱいですけど頑張ってます。はい。お願いします。パンタ3番で。
いろんな方に知っていただけたのかなと思ってるんですけど、味はまだ知れてない方がいらっしゃるので、できたら海外にお店を構えられたなと思ってます。ラーメンゼロです。壮大な目標としては世界の方にもちょんまげしていただきたいなと思っているので。重かったですよすごい練習しました。はい、卵ご飯を先作ります。お客さんに美味しいって言っていただいたり、それが一番やっぱ嬉しいです。じゃんけんぽい。おー、スープも毎度こう温め直されるという感じなんですか？そうですね、やっぱりいつも熱々でやっぱご提供したいので、毎回こう大鍋から小鍋に移して沸騰するまで、器も絶対温めて。あ、ここでじゃあ温められてるってことですね、これ。これ麺は何かこだわりとかって？一応全粒粉の麺を使ってまして、結構ヘルシーです。女性のお客様にも喜んでいただいてます。お待たせしました。ラーメンゼロです。はい、ゼロの七味になります。味変でかけていただいて。京都まで配合をしに行ってるんですけど、塩にはちょっと柚子を効かした七味を合わせてます。ラーメン屋をやろうと思われたら、どういうところから？もともと飲食店で働いてたんですけど、大阪で高知から出てきて、でその中でコロナが流行った時にその前職がもうお店開けれなくなっちゃって、でちょっと職を失いかけみたいな感じになって、その時にうちの創業者の方とお会いする機会があって、高知で修行させていただいて、で認めていただいて。最初鍋振るのとか重くなかったですか？重かったですよすごい練習しました。もともと料理も得意じゃなかったんで。はい、卵ご飯を先作ります。
卵とご飯だけの旨味で勝負させてもらってます。もともと本店の焼き飯の大ファンやったんでそれを、こっちでも広めたいなと思って、持ってきました。それは毛切らないように。正解ですうち従業員の子が女の子が多くて、結構最初の方手切っちゃったりとかしてたんですけどね、女の子怪我したらね大変。暑いっすよね。暑いです。これはラーメンのトッピングの味玉です。はい。味玉できたバージョン。カツオと昆布の割合とかっていうのは何度も味見して決めましたね。豚骨とかだとすごく力作業で大変なんですけど、昆布とカツオだけっていうのでシンプルで誰でも仕込みができるっていう店舗展開していきたいので、やっぱり力持ちの男がいないと開けれないっていうのだとやっぱ今後ちょっと困っていくかなっていう、私でもできたら誰でもできていいのかなっていう考えながらやったりします。まだまだこうやっていかなきゃいけないことはあるんですけど、壮大な目標としては世界の方にもちょんまげしていただきたいなと思っているので、海外はもうスペインにもう物件も借りてて、もう出店予定も日本食が結構流行ってて、スペインでいろいろ大変で大変ですよね。そうなんですよ。スペイン語全く喋れないんで、そうですよやばいです。ね。カメラ回っちゃうと思っていっぱい買ってきました。お好きなものすいません。店長さんってどんな方ですか？友達感覚で喋れるぐらい、気軽ね。でも仕事になるとピシッと厳しくメリハリのある感じですね。仲良し一緒に住んでるんで。はい。そうなんですか？高校3年間クラスが一緒で、もうずっとその時から仲が良くて、行動力とかもめちゃくちゃあって、常に前向きなんですよ。めちゃめちゃかっこいいですね。で、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、どこですか？ラーメンで。どの場所が一番人気なんですか？ラーメンです。テレビで見たのと、で、美味しそうな卵焼き飯があるのと、5名様お待たせしました。どうぞ。いらっしゃいませ。お待たせしました。ラーメン1醤油になります。
一番出る時で1200個ぐらいだったかな。1000枚前の日にして冷蔵庫で冷やして。繁忙期は30キロ4袋ぐらい使います。あ、そうなんですか。はい。羽釜が 5台あるんですけれども、フル活動で稼働してます。この微妙な水加減で炊き上がりが変わります。しめじとなめことあと油揚げ。大体出るときで何個ぐらいおにぎりって？一番出る時で1200個ぐらいだったかな。一袋の量どれぐらいですか？30キロ。あ、30キロ。具材の人気のランキングで言うと、鮭、たらこ、角煮という感じなんですけれども、
2種類っていうのをやってまして、鮭筋子ミックスが人気ありますね。鮭筋子。ございます。いらっしゃいませ。具材一種の焼きたらこで。焼きたらこで。はい。普通のおにぎりの3倍ぐらい。もう。よいしょ。サバとキュウリの。
いらっしゃいませ。この大爆。大爆で、はい、かしこまりました。はい。具材5種類お選びいただけます。A、B、C と、はい、ございますので、そちらから。A でお願いします。はい。大爆 A がお一つですね。5個って時もあったっけ？海苔を付け合わせるんです。はい。海苔が小さいので。これ丼1個で2合ぐらいですか？はい、2個分ですね。握るのってどういうとこが難しかったりするんですか？中身入れるときに汁気のあるものを下にしないで、崩れてしまうんですよ、汁気があると。はい。やばい。ドーン。これ無理やわ、かぶりつくの絶対。